医学教育を観察と対話から見る聞く。医療者の成長に必要なもの、その一端は幾千の年を経て積み重ねられた知識や技術であるのは間違いないでしょう。実際にこれまでは知識伝授型の手法で教育は構成されてきました。ただ知識の効率的な習得には有効な一方、ノイズを取り除きすぎた設定は実臨床と乖離しているという指摘は以前からありました。現場では五感を総動員し、一瞬で通り過ぎていく目の前の情報を感知し、自分で考え、自分で決断していかなくてはなりません。この自分でという主体性はトレーニングできるものでしょうか。専門的な題材を扱う場合、どうしても正解が強く意識され、悪く言えば狭い議論になりがちです。自由度の高いグループワークやカンファレンスですら、いつも同じ人が話して同じような雰囲気になった経験はありませんか？見る聞くでは、国内の医療現場では類を見ないアートの視点や題材としての可能性に着目しました。アートは人の知識と経験の結晶で、ジャンルも多様、作品数も膨大。我々が目にするのは時代と幾千の目にかなった一品ばかりです。何よりアートには正解の解釈がないことが明確です。それゆえ徹底的に隅々まで観察したり、抽出した要素を分析したり、本質に迫る過程に焦点を当てたトレーニングが実現できるのです。その結果、状況に応じてなすべきことが何なのかを自分で考え、行動する習慣が身につきます。皆さんはレオナルド・ダ・ヴィンチのモナ・リザは見たことありますか？ないという方はほとんどいないと思います。それでは質問ですが、人物の左右には何が描かれていましたか？組んだ手はどんな形をしていて、左右どちらが上でしたか？意外と答えられないのではないでしょうか。考えながら見るとは真っ当な教訓としてよく聞くことですが、実際は私たちの脳はサボりたがり、一度知識でラベリングをしてしまうと、それ以上細部を見たり考えなくなります。現代社会目にするものは、知識や解説などの情報が最初からついたものばかりです。時間をかけて視覚情報を引き出し、吟味する訓練は意図的に作り出さなければならない時代なのです。アート鑑賞法の一種、対話型鑑賞をご紹介しましょう。1980年にニューヨーク近代美術館で生まれた、作品や作者に関する知識ではなく、その場の観察での気づきやその場のメンバーでの対話で生まれた意味付けを重視する鑑賞法です。時間をかけることで今まで気づかなかった絵の細部に気づくなんてことはお手の物。作品によって自分やメンバーの見方や価値観も包み隠さずに映し出されます。視点の多様性を言葉として知るのではなく、体感させてくれるのです。またみんなでワイワイやることで学びを楽しく、故に無理なく継続できます。鑑賞のデザインやファシリテーションの技法は様々な教育の場に応用することもできるでしょう。アートの持つ可能性、ほんの少しでも伝わりましたか？近年社会はますます複雑化し、患者さんが背負う背景も目まぐるしく変化しています。そうでなくとも診察室で出会う患者さんは、見て話せば一目瞭然、一人として同じ人はいません。私たちは見たことのない絵画を前にすれば、感覚を研ぎ澄ませ、描かれているどんな情報も見逃さぬように構えるでしょう。医療が抱える複雑な問いに対して、もっともらしい答えを無理やりひねり出すよりも、アートと向き合うように感じ考え続ける姿勢を保つことこそが、より深い理解や病に悩む人々への共感につながるのではないでしょうか。作品と鑑賞者の間に生まれる反応の中に、医療者が豊かに成長していくための魔法の鍵が隠れているのです。見る聞くでは大学医学部、看護学科の授業、病院の総合診療科、ソーシャルワーカーのスキルアップ、医療系の企業様と
多方面からご依頼をいただいています。たくさんの声が寄せられています。まずは無料体験会からお気軽にお問い合わせください。これまで経験したことのない新鮮な体験をお約束します。医療者の成長に必要なものは、ミルキクで医学教育を観察と対話から変えていきませんか？